365日必ず毎日ドニー・サンダースっていう言葉を発してる。だからオノチンと喧嘩になったのよ。ゴッド・セーブ・ザ・アナーキーって曲は実はレッド・イット・ロックスのために作った曲。久保君はいるけど徹君と3人やんないだろうね。やろうっては誘ってたのジョーに。ジョニー・サンダースやスティーブ・ベイタースなんかも。スティーブ・ベイタースもね、そうね、俺タトゥー入ってるよ。そうなんですか。ちょっと見せてもらって。これがそうジョニー・キッドとエディ・コクランとスティーブ・ベイタースの棺桶。本当はエディ・コクラン、スティーブ・ベイタース、そうジョニー・キッド。めちゃくちゃかっこいいのが。あとジョニー・サンダースのタトゥーはここに入ってるけど。そうなんです。そう結構ちょっと私事なんですけど、朝はデッドボーイズで元気出すみたいな。最高だね。ちょっと疲れそうだけど。でも俺ね365日必ず毎日ドニー・サンダースっていう言葉を発してる。で毎日考えてる。ずっと14歳の時から。そうだから一日も忘れたことない。本当僕エディさんのそういう純粋なところがすごく素敵だなと思っていて。だからオノチンと喧嘩になったのよ。ジェットボーイズの。そう昔知り合ったもう30年ぐらい前かな。シェルターでまだオープンしたてのシェルターで打ち上げでどっちがジョニー・サンダース好きかって俺の方が好き俺の方が好きって言って一晩中言い争いになって結局勝負つかなかった。勝負つかなかった。そうオノチンもねギタースタイルはかなりもうジョニー・サンダースだけどね。そうですね。一番ジョニー・サンダース音出す人かもしれないね。鶴川さんもジョニー・サンダースマニアぶり。そうだ。いやもう譲りますよ鶴川さん。一回エディさんのエディレジェンドは55の。そうだね、ゲストで出てもらって懐かしいね。いや本当に僕も出させていただいて。楽しかった。そうだね。楽しかったね。鶴川さんもエディさんに会いたがってたんですよね。そうか。連れてきてくれたんだっけ。それでよかったらって言ってで楽屋でご紹介してね。その場で一緒に演奏しましょうなんて。僕も緊張しちゃって僕ですかね。楽しかった。チャイニーズロックスでしたね。後ね鶴川さんのバンドにゲストで出たこともあるよ。そうだったんですね。岩田さんと一緒にセルナンバー8と一緒にやったから。高円寺にあった高架下のライブハウスなくなっちゃった。ミッションズだっけな。ありましたね。高架下のあそこですね。あそこで。そうだ、その時なんか僕どうしても行けなくてなんか差し入れだけ持って。そうか。チラッといろんな人がゲストでさ。早い時間にチラッとだけ顔出したの。そうレッド・イット・ロックスでいろいろカバーの誰も並行してやってる頃です。そう岩田さんとね一緒にね。岩田さん早かったですね。残念だよね本当に。いい人だったな。あそこにフライヤーソーダ貼ってます。本当ありがとう。秋間さんでしたね。秋間さんでした。ありがとうございます。本当に僕も出させていただいて。そうか。レコ発の時に。楽しかったね。いやもう最高でしたもん。すごくこれもしかしたら岩田さんの遺作なんだよね。最後に出したやつかもしれない。そうか。でもだってこの後割とそんななんか。そうなんだよ。この時に実はあと2曲レコーディしてて。そうなんですか。野良犬にさえなれない。スライダース岩田さんやりたいっつって。で俺スライドギターでちょっとストーンズっぽいアレンジにして。あとなんかあと1曲あれかな。いやモップスの曲でさほらたどり着いたらいつも雨。あれ撮った。それも良さそうですね。その2曲を
いつか発表したいんだけど、なんかのタイミングで。それは素晴らしいですね。何回かその記念があった、はいはい、世に出したいなと思って。あ、実はさ、この間そのさっき話してたこの間出したピストルズのオマージュのシングル、ゴッドセブンアナーキーっていう曲は、実はレッド・イット・ロックスのために作った曲。あ、そうなんですね。でタイトルが決まってて「東京昭和ロンドン」っていうタイトルで岩田さんが歌詞を書いて俺が曲を作るって。レッド・イット・ロックスってカバーバンドだったじゃん、はい、だから唯一のオリジナル曲を作ろうっていうことで俺が曲を作ってで岩田さんの歌詞待ちだったの。それなりに体壊しちゃって、で曲はお蔵入りになった、それをツアー中に車でかけたらベースの力くんが「これなんすか?」みたいになって「やりたいっす」っつって、それであれピストルズをイメージして作ったからピストルズのオマージュの曲に作り変えた。あ、そうなんですね。で東京昭和ロンドンっていう岩田さん考えたから、自分の頭の中ではタイムマシーンにお願いを思い浮かんだんで、昭和の感じにタイムスリップするみたいな。で最初のフレーズがタイムマシーンにお願いと同じコード進行になってる。そっからピストルズになっていくわけよ。なるほど。タイムトリップしてそれでピストルズの世界に行くみたいなやつ。そういう曲だ。ちょっとそれなんかその上で改めて聞くとそういう作り方をした。そうだ、確か近田さんがツイッターで言ってた。そこまで詳しく言ってなかったんですけど、エリーさんに貸してもらったそれを俺がやりたい、これやりましょうって言ってみたいな書いてた気がして。そうなの。でもなんか岩田さんのなんかメッセージだったのかなと思って、あれやれよって。そうですね。なんかそんな気もして。ストラマーズもまだ続いてますね。戦ってるね。ね。そうそう。やっぱ本当でも人ってやっぱいきなりね、ジョー・アルコールもね。そうですよね。そうですよ。残念だったね。本当できるうちにいろんなことをしたりいろんな人に会ったりしたいなと思います。そうだね。本当だよね。いつ死ぬかわかんない。ビリーさんだってやっぱ急でしたからね。随分経ちますけど。本当に急だった。ツイッターで徹さんが脱退する時ギターのにある面接についていったって書いてましたよね。そうなんだよ。原宿駅だったっけな、渋谷駅だったかな、どっちかなんだけど、で俺遅刻してったからスタジオには間に合わなかった。あ、なるほど。どうだったっけな、スタジオには立ち会わなかったんだよね。駅まではいた。だからそう、どういう面接だったかは知らない。でまあ俺も勧めたから、バンドだからギター部絶対入った方がいいよっつって。あ、エディさんもしてたんですね。えのき手かなんかにさ話来たんだっけ。みたいですね。それで確かこれの初回の徹さんので、えのきさんが初回で。確かにそういうこと。要はなりちゃんって最初のギターのドラムがえのきの同級生っていうか古い友達だったんで、それでなりちゃんって人が辞めるからドラム探してるってことで、それでクラちゃん徹君、そういうこと。だからそうスタジオでどういう様子だったかは知らない。ついてったけど、なんか握手をしたらその握手がすごくかっこよかったから、この人たちとやろうと思ったって徹さん言ってました。この間ギター部に就職したからね。就職ですね。エディソンとだって5歳ぐらいから友達なんです。もっと古いよ多分。もっとですか。幼稚園だもん。まあでも4歳とか。そう幼稚園一緒だから。でこの間その国分寺幼稚園っていう幼稚園なんだけど、もうなくなっちゃって、そこ老人ホームになって、一緒に入ろうかなって。入ったら面白いなと思って、ゆりかごから墓場まで卒園生が集まって、実は面白いなと思って。めちゃくちゃ面白い。そう。国分寺はやっぱりすごく大事にされてる印象があります。そうだね。やっぱ地元ってすごく大事だと思うね。やっぱり生まれたところっていうのはすごく大切だと思う。だから俺初めてねゴロパチに入ってツアーっていうのが行ったんだよ。あんまり修学旅行とかしか遠く行ったことなく、20歳ぐらいの時に大阪名古屋、まああと京都かな、大阪名古屋京都
その時徹君が運転手。ああそうなんですか。それで、568でツアーやって、その時に初めてそんな3カ所も遠く行ってもライブやって、もう2人でもう早く帰りたいっつってで楽しかったんだけど、そんな3日も地元離れるなんてなかったから国分寺そう、それで最後帰ってきて徹君と2人で「うわーよかった」っつって「いや地元っていいね」みたいなしみじみとね思ったね。俺梅ヶ丘に3年住んだことあるんだけど、ああそうなんですね。すごい肩身が狭かったね。なんかよそ者ですいませんみたいな。超山田堂にいて、ああそうかそうか。それこそエディさんのお下がりの服とか僕何着か買ってますね。ありがとう。キングロッカーの時に多分中ジャケで着てたエドワードスーツみたいなああのを本当にもうピンクのここがシマウマになってる。懐かしいね。着たいことあったら僕持ってるんで言ってください。ありがとう。懐かしい。キングロッカーのライブビデオってね残ってんだよね。あそうなんですか。そうそう、3回何回やったかな、5回やったかやらないか。あでもライブはそのぐらいなんですね。そのうちの2回か3回分は残ってんだよね。へえ。だから何かのタイミングでそれも発表したいんだけどね。そうですね、すごく見たいです。再結成できなくなっちゃったからね。そうですよね。だってもうそうですよね。まあ久保君はいるけど、はい徹君と3人まあやんないだろうね。やろうっては誘ってたんだよ。あ、はい。ジョーに。はいはい。なんかロフトの歌舞伎町移ってから25周年とか、はいはい、なんかそういう時にはいロフトからオファー来て、でキングロッカーやってくれって言われて、はいはい。でその時は全然ジョーは忙しくてダメで、なるほど。でその後にジョーどんな形でもいいからその今年の今年ほらロフトでさギターウルフのさイベントあったじゃん。はい、初詣。はいはいはい。そうだ。あの時にジョー出て俺も出てギターウルフも出て、はいはいはい。その時久しぶりに再会して、その後に普通にジョーどういう形でもいいからライブ出てってオファーしたの。はいはい。そしたら今はできないっていう返事もらって、その後すぐなくなっちゃった。そうです。あ、そうなんですね。で最後にそこで会えたからまだ良かったかなみたいな。はい。あの時そうそう。あれそれが最後だった。ジョーさんも出てたんですよね。あの時出た。バスステージの方。元気だったよ。すごい。全然。まさかね。本当ですよね。人って本当。いきなりですもんね。いきなりだったね。冗談だと思ったもん。連絡来た時ジョーが亡くなったって。そうですよね。他に質問ある。今度檜山田さんのバンドのそうそうパルプね7月15日だけどまたライブ決まって。あるんですね。そうなんだよ。原宿ルイードでね。金曜日ですかね。そうそう。行きたいな。確かこの間決まったのよ。ぜひぜひ。それで今ヘルプ頼んでるドラムのそこの人なんですよね。そうなんだよ。多田熊くんって言ってね、7月のね15の金曜日、原宿のルイードが復活するのね。なるほど。そこよかったら。行きたいです。めちゃくちゃうまいよみんな。もう大変俺。そうついていくのが大変。檜山田さん大好きで、檜山田さんが作るバンドってセンスいいよね。ザマンとかモーザマンとかもかっこいいなと思ってて。かっこいいよね。だからそこにエディさんがっていうのはすごい。そうね。で呼び出されてさ、ある日話があるっつって。で下北でさ会ったらさ、なんかバンド新しく立ち上げるからギターやってくれって言われて。いやビビったけどでもせっかくのお誘いだから。自分を試すのチャンスでもあるし、やっぱ上手い人でやってみたかったし、センスの良くて、檜山さんめちゃくちゃセンスいいですもんね。そう、あと全員もう凄腕プレイヤーだから、もうついていくの精一杯で、やっぱ檜山田さんのセンス、やっぱエディさんってやっぱセンスいいなと思って、そこも結構厳しいのよやっぱり。そうでしょうね。で結構リハであんまりこの間弾けなくて。
結構やばかったのピンチだったんだけど、で本番でちゃんと弾けて、平本さんがリハでできないやつは絶対ライブでできないっていう心情だったけど、エディが初めてできたやつエディが初めてだよ、そういうのができたやつだって言われてさすがほーっとしたギリギリなんとかできた、ちょっとライブ飽きましたかね。そうね、あげちゃったけど、なんか音源も作ろうって話もあるし、はいはい、ファンクとスカとヒップホップとはいなんかミックスしたような、はいはいあとジャズ、はいはいすごい渋いよ、あとなんかアイドルやりたいって言ってたよ、アイドルプロデュース、なんか全員若い男の子でスペシャルズみたいなバンドプロデュースしたいって言ってたすごいなね。俺はねアイドルの方がいいんじゃないですか、女の子の方がいいんじゃないですかって言ってそれもいいなって言ってたけど、それもいいな、いろんなこと考えてるなね。